僕立ち上げたサービス、多分ね、100いってるかもしれないですよね。なんとなくやろうとしたサービスを含めると。打率でいくと、100分の4なんで、0割2分5厘。手当たり次第が結構重要で、何が当たるかわかんないんですよ。転職を、アメリカ人が人生で確か平均8回転職するんだったかな。で、デビッド・アトキンソンさんがちょこちょこ言ってるんですけど、給料を上げたいのであれば、転職をした方が上がりやすいです。要は会社を経営する側からしてみると、例えば30万で働いてる人がいたときに、その30万で働いてくれてるから、その人を35万円にする理由ってあんまりないんですよ。でも、要は本人としては上げたいってなると、転職するといきなり35万円ってなる可能性あるんですけど、日本の場合って、ベースアップみたいなやつがあって、なんだかんだ言って、その1%、2%とかしか上がらないんですよ。なので、その30万円が1%上がったとしても、30万3000円じゃないですか。これが日本の現実なんですよ。なので、給料って、どんどん上げていきたいと思ってるのであれば、転職した方が、月5万円上がりますとか、年収ベースで50万円上がりますってなるので、もし給料を上げたいのであれば、サクサク転職していくっていう方が、日本でもアメリカでも、そっちの方が上がりやすいんじゃないかなと思いますけどね。一つの会社でいて、毎年、年収50万円ずつ上がりますみたいなのって、よほど儲かってる IT の会社以外ないんですよ。でも転職して50万円上がりましたって普通にある話なので、この会社がめちゃめちゃ好きでずっとやっていきたいです。給料の額とか関係ないっすっていう人であれば全然いいと思うんですけど、そうじゃないのであれば、早めに転職するっていう方が給料は上がるんじゃないかなと思いますけど。なので、同じ会社に居続けて給料を上げるというのは基本的にはもう無理筋だよねっていうのを、割と僕これ真実だと思うんですけど、あんまりみんなその認識ないんですよね。同じ会社に居続けて給料バンバン上がりましたっていう人って、多分自分の友達とか見てもほとんどいないと思うんですよね。営業系の会社とかで、その営業報酬で、成果報酬で増えますって人はいると思うんですけど、事務系とかで給料マジ毎年上がるんだよね、俺の会社、みたいなのって聞いたことないと思うんですよ。で、退職金がとか言ってるんですけど、退職金もらえてる人ってすげえ少ないんですよね。退職金ってその20代から働いて、65歳まで45年間働いた人なんですけど、45年間ちゃんと存続し続ける会社って今あんまりないんですよ。要は大企業であると思っていた東芝も大変なことになったじゃないですか。で、銀行とかも全然地方銀行とか潰れたりするので、なので退職金って本当幻想だと思うんですよね。一部もらえる会社もありますよって話なので。なので、サクサク転職した方が人は幸せになるんじゃないかなと思います。あと転職するとね、知り合い増えるんですよ。その、元の会社と、足毛にして出てくと、人間関係切れるんですけど、こういうことやりたいんで転職しますとか、理由ちゃんとしてれば、あ、そうなんだ、頑張ってねっていうので、元の会社の人とも仲いいし、新しい会社でもまた人間関係ができるっていう形で、いろんなところに人間関係ができると、逆にチャンスが生まれることがあって、元の会社の知り合いとかが、独立しようと思うんだけど、自分で会社作ろうと思うんだけど、役員にならねえみたいな話とかがたまに来るんですよ。で、そうすると、従業員から役員だったり、会社のオーナーっていうポジションにランクアップできるんですよね。で、もともと一緒に会社やってた人、で、例えばじゃあ僕が、じゃあ、サイバーエージェントで働いていました。で、サイバーエージェントで働いていて、じゃあ同僚に、じゃあ高橋君っていう優秀な人がいたとします。で、高橋君を引き抜いて独立すると結構怒られるんですよ。要はあの、独立するのはいいけど、引き抜きとかすんだよっていう。要は、俺の部下いなくなって大変じゃねえかっていうので、割と嫌なイメージ持たれるんですよ。でも、高橋君が一回転職しました。で、ヤフーかなんかに行きました。で、ヤフーに行った高橋君に、俺独立するんだけど、俺の会社来ないって言って、高橋君が自分の会社に来た時は、サイバーエージェントの人は何にも言わないんですよ。もうすでにヤフーに行った後だから。
なので、もともと働いていて優秀さが分かってるけど、他の会社に行った人っていうのは、独立しようとした時に声かけやすいんですよ。なので、転職を繰り返すっていうのは、実は結果として、なんか俺この授業やろうと思うんだけどどう思うっていうので、じゃあそれのジョインするっすみたいなので、役員で入るとか、株主で入るとかっていうポジションになれる可能性があるので、なので転職した方が人生チャンスは増えるんじゃないかなと思うんですけどね。iOS アプリの個人開発は今から参入しても儲かる可能性ありますか？あります。作りたいものがいくつかあるのですが、手当たり次第作ってリリースしてみるのはありですか？ありです。マジ手当たり次第のが当たり飲みます。これ当たるだろうみたいなので予測で当たるんだったらみんな金持ちになってます。なので、手当たり次第が結構重要で、一応僕がビジネス的に多分そこそこ世間的に認識されてるものでいくと、その2チャンネルっていうのだったりとか、ニコニコ動画だったりとか、あとまあガジェット通信だったりとか、あと一応YouTube 周りの多分4つぐらいが世間的に僕がやったサービスで認識されているものなんですけど、僕立ち上げたサービス多分2、30個あるんですよ。で、僕自身覚えてないんですよ。ノリでやってみて全然ダメだったわって言って忘れてるとか、今でもこう細々とやってるけど、全然流行ってないサービスとかいっぱいあるんですよ。なので、何が当たるかは分かんないんですよ。なので、そのサービスをいっぱい作ると、どれか当たる場合があるんですよね。なので、ケンスっていう知り合いがいるんですけど、ナナピっていうサイトを KDDI に売って、なんか何十億円とか売って大儲けしたんですけど、で、ナナピ知らないでしょ。今の人多分知らないと思うんですけど、聞いたことがないサービスナナピなんですけど、それが何億、10億円で売れてるんですよ。で、ケースってサービス立ち上げた数でいくと、多分僕の倍以上で、多分ね、5、60はやってんじゃないかな。なんか聞いたことないやつやってすぐ失敗してやめてるんですけど、っていうので、でも要は、ほとんど当たってないし、誰も知らないサービスなんだけど、でも超大金持ちなんですよ。っていうのがあるので、なので、ひたすらこういろんなものを作るっていう方が、お金持ちになるチャンスなんじゃないかなと思います。要はイチローさんが打率4割すごいよねっていうので、まあ今で言う、イチローさんも今ではちょっと知らない人いるかもしれないですけど、野球選手で4割バッターですごいよねっていう人がいたんですけど、ビジネスの世界って打席数は自分で作れるんですよ。なので、野球の場合ってせいぜい打席回数って5回とかしか来ないんですよ。なので、5回来る中で、4割だから、じゃあそのヒット打って、なんか2回か3回ヒット打ったよね。これでイチローすごいって言われるんですよ。でもビジネスの場合って、打席20、30作れるんですよ。なので、打席20、30作って、じゃあ仮には打席を50個作って、4発当てたら、あいつすげえなって言われるんですよ。で、僕4発当ててるんですけど、打席数がいくつなのかって誰も覚えてないんですよ。なので、僕がその4打席、4安打の100%の打率だと思ってる人って結構いるんですけど、打率でいくと超低いんですよ。では、アイデアレベルでやって、サービスにしてないやつで、これやめたっていうのもいっぱいあるんですよ。でドメインだけ取ってやめたサービスとかあるんですよ。ホールファッション .com かなんかのドメイン取ったんですけど、なんかうちの彼女とそのファッション系のサイトやろうかっていうので、ノリでドメイン取ったんですけど、サービス作んないでやめたとか、っていうのも言うと、多分ね、100いってるかもしれないですよね。なんとなくやろうとしたサービスを含めると。で、結果、だから、打率でいくと、100分の4なんで、0割2分5厘なんですよ。でも、人はヒットしか見ないので、なので打席をいっぱい立てるっていう方が、実は重要である。で、さっさと諦める。要は、うまくいかなかったアイデアとか事業を、ずっとそれじゃあ1年、2年かかりきりになったら、2年の人生無駄にするじゃないですか。なので僕は諦め早いんですよ。これダメだって捨てよとか、これ全然うまくいかない。はい、ダメみたいなので、なので捨てることが早いっていうのが、むしろその打席が増えることにつながるんですよね。そうそう。なので、この運もあるよねが、これ結構大事で、あの、プロジェクトとかビジネスがうまくいくかどうかは、その作ったものがちゃんとしてるものかどうかというより、世間の中でそれが価値があるかどうかっていう運が超重要なんですよね。クラブハウスみたいなやつって、僕、クラブハウス多分うまくいかないよねって結構前半に言ってたんですけど、
でも一時期は超人気出たじゃないですか。あれってタイミングなんですよ。そのコロナみたいな状況があって、そのタレント的な人の仕事が減ってるというのがあったので、結果としてそのクラブハウスみたいなやつをタレントがやるっていう時間があったんですよ。なので、そのタレントがクラブハウスを使って会話をするというのがあるから、それを聞きてえっていうので、クラブハウス聞きたいっていう人が増えたっていう。でそれはコロナを予想して作ったわけではないと思うんですよね。運なんですよ。たまたまコロナと被ったっていう。でもまあ、結果としてビジネスモデルとしてはうまくいかんよねって僕が予想してた通り、コロナの最中に多分うまくいかなくなって崩壊したんですけど、多分ただ運の状況で、あそこで売っ払ってたらもう大儲けしてるんですよ。っていうので、なので、これはじゃあ一生伸びるモデルじゃないから、ここで売っ払おうっていうのを決められてたら、多分クラブハウスの株主は結構得してたんですよね。なので、そこら辺の運っていうのは結構重要。だからネットフリックスも運ありますよね。で要はみんなが映画館に行かない状況で、その映画館が閉鎖している中で、まともな映画配給会社がネットフリックスに出さざるを得なくなったんですよ。まあ、ネット配信なんか知らねえよ、俺たち映画館でやるぜって言ってたら、ネットフリックスにその最新の映画とかが全然来ないままだったんですけど、コロナもあって、これネットフリックス出さざるを得ないじゃんっていうので、割と最新の映画とかが来るようになって、で、あの映画がネットフリックスで出すんだったら、まあ、うちも出してもいいよねっていうブランドができたんですよね。っていうのもあるので、運は結構重要ですよ。